はい、どうもこんにちは。今回はですね、タブレットについてお話をしていきたいと思います。どのタブレットかと言いますと、こちらのタブレットになります。Xiaomi Pad 6S Pro の 12.4 インチのモデルでございます。自分はですね、今までタブレットってね、iPad Pro を使用してきていまして、主にイラストなんかをね、作るために使用してたんですけれども、こちらのですね、モデルが iPad キラーとも言われているモデルでございますので、もともと iPad を使ってた自分がですね、こちらのタブレットを使ってみて、率直にね、感じたいいところ、あとちょっと気になるところ、イラスト用途っていうところもね、ちゃんとそのユーザーの目線も踏まえて、いろいろとね、お話をできればなと思っております。で、こちら実はですね、先日、都内で開催されました、シャオミ様のワークショップに参加させていただきまして、その参加特典としていただいたものになります。で、当初予定ではですね、Xiaomi Pad 6と聞いていたんですけれども、現地に着いたらなんと 6S Pro になってまして、会場にいたクリエイターさんみんなね、驚いていました。はい。Xiaomi様本当にありがとうございます。でね、そのワークショップではですね、講師として動画クリエイターの渡辺和正さんや、ゲストとして郡司理香さんが登壇されていまして、Xiaomi Pad や、Xiaomi の14 Ultra っていう新しいスマホですね。こちらを活用した動画制作の一連のフローとかを体験することができました。Xiaomi さんのスマホはですね、初体験だったんですけど、1インチセンサーの搭載のですね、ライカと共同開発したクワッドカメラシステムはですね、マジですごかったです。はい。参加されてたクリエイターさんともですね、お話しすることができたりとか、個人的にはですね、得るものが大きかったイベントでして、本当にそんな機会を作っていただいた Xiaomi さん、本当に感謝しております。もうね、イベントの帰り道に早速、こちら、Xiaomi のですね、このパッド専用のフォーカスペン購入いたしまして、もうね、数週間ほど使用させていただいておりますので、こちらのね、ペンも含めた使用感というところをね、ご紹介できればなと思っています。はい。では、まず簡単にですね、Xiaomi Pad 6S Pro の概要スペックをね、ご紹介したいと思います。カラーはですね、グラファイトグレーといったグレーになっていまして、横約 278mm で、縦 191mm で、厚さ 6.26mm という驚異の薄さのですね、タブレットになっていまして、重量も 590g と 12.4 インチのサイズなんですけど、かなり薄くて軽量かなと思っています。で、ディスプレイは 12.4 インチ、解像度 3048×2032 の 3K 画質でございまして、画面比率が3対2という形でちょっと広くね、作られております。で、リフレッシュレートは 144Hz とヌルヌルでして、色域もですね、DCI-P3 をカバーした豊かな色表現をしてくれるディスプレイとなっています。そしてプロセッサーはなんと Snapdragon 8 Gen 2をですね、搭載しておりまして、Gen 2ではあるんですけれども、ハイエンドクラスのプロセッサーがね、採用されているタブレットでございます。メインカメラはですね、5000万画素搭載されていまして、でフロントカメラについても約3200万画素と、充実したカメラ機能を備えておりまして、Wi-Fi 7にも対応し、バッテリーも 10,000mAh と大容量で1日使っててもだいぶね、余裕がある。そんなタブレットになっています。あと、すごいところがですね、標準でこちらの 120W の充電器がついてきておりまして、約35分で 100% の充電が可能になるといったところもマジですごいかなと思っています。そして何よりですね、ここまでのハイスペックなタブレットがですね、なんと約7万円弱で買えちゃうという衝撃のコストパフォーマンスになっています。iPad のハイエンドモデルを購入しようと思うと、10万円超えはね、デフォルトなので、使い方や求める機能による部分もあるんですけれども、大多数の方がですね、こっちの Xiaomi Pad を選んだ方が賢い買い物になるんじゃないかなと思うくらいでございます。で、他にもですね、Xiaomi 14 Ultra との連携で、カメラモニターになる機能だったりとか、スマホ画面をタブレット上にね、表示させる機能があったりとかするので、Xiaomi ユーザーはですね、もう絶対これ持っておいた方がいいかなと思います。はい。概要はね、こんな感じでございまして、そしてここからはですね、Xiaomi Pad 6S Pro を実際に使ってみて感じたいい点、あと、気になる点っていうところをね、お話ししていきたいと思います。まず、いい点一つ目がですね、OS が使いやすいというところでございますね。Xiaomi HyperOS という OS が搭載されていて、今回ね、初めて使わせてもらったんですけれども、なぜかね、初めて使った気がしないんですよね。
もう何年も使ってきたような、なんか慣れ親しんだような安心感がありまして、直感的な操作をしてもですね、思い通りに、あ、これはこういうことなんだなというのがすぐね、分かって操作することができて、全然迷うことなくね、操作することができました。見ていただいたら分かるとは思うんですけれども、タブの表示の仕方とか、4本指でのスワイプだったりとか、なんか気づいてる人はね、気づいてるとは思うんですけれども、すごくね、操作感が似ています。はい。めちゃくちゃありがたいです。これはね、iPad ユーザーの方からしても安心かなと思います。個人的には、マルチウィンドウやですね、画面録画機能なんかはむしろこっちの方が使いやすいかなと思っている部分もありまして、マルチウィンドウなんかはですね、例えばブラウザとかを3本指でね、こんな感じで分割することもできますし、そこからさらにここでファイルとかをね、分割して表示させたりとかすることができますし、この比率っていうところもね、簡単に変えることができます。さらにですね、別途、ここにあるワークステーションっていう機能を使えばですね、この画面上で、この Windows をですね、自由に大きさとかをですね、あと画面比率なんかも変えることができて、これちょっとね、ちっちゃくして、ファイルの部分は少し端っこに置いておくとか、で、このブラウザ部分を大部分で持ってきて大きくして使うとか、こういうね、使い方ができるんですよね。この自由度の高さっていうところは、個人的にはすごくね、いいかなと思っております。またですね、画面の収録なんかに関してはですね、こんな感じで、専用のですね、録画ボタンを表示させることができまして、ここを押すだけでですね、画面の録画が始まりまして、これでもうね、画面収録できるんですよね。またクリックすれば動画が保存されるという感じになっていまして、iPadOS で収録するときって、いつもこのショートカット画面で一回ボタンを押して、終了するときも、ここからショートカットのところから、ポチッと終わらすんですけど、そうすると、画面の最初と最後にですね、ここのショートカットの画面が残っちゃうんですよね。その辺の部分が、これね、映らないんですよ。画面上に。さっき撮った動画とかも、ほら、ここに画面がね、映んないんですよ。録画ボタン。これがね、マジ使い勝手いいと思ってます。結構自分カメラの設定画面とかを映してね、このタブレット上で録画したりとかしてたんですけれども、この辺が地味にね、便利かなと思っています。あと、フォルダの管理もですね、ほぼほぼ Windows と同じような感じで使うことができまして、こんな感じでね、フォルダを消されていて、内部のフォルダっていうところも細かく見ることができますし、ダウンロードするフォルダだったりとか、画像、ビデオ、それぞれの項目っていうところを、ここでね、一括管理することもできますね。はい。そして、二つ目のいい点なんですけれども、それが高性能なプロセッサーでございますね。各種アプリなんかはですね、すごくサクサク動いてくれますし、YouTube のアプリなんかもですね、すごくサクサク動いてくれます。で、ゲーム性能とかも十分ありまして、ちょっと重ためのゲームとしてね、原神プレイさせてもらったんですけれども、高画質設定とかでもかなり快適にね、動いてくれました。リフレッシュレートが 144Hz もあるので、FPS や音ゲーなんかもですね、快適に使えるかなと思います。はい。で、そしてですね、良い点3つ目がですね、Face ID と指紋認証の両対応しているという点でございますね。地味に Face ID だけだと使いづらいタイミングっていうのがありまして、例えばマスクしてる時とか、あとメガネしてる時とかね、あと暗い部屋とかで使う時なんかとかは、ちょっと顔が映りにくかったりとかしてですね、認証してくれない時とかあるんですよ。その時にいちいちポチポチですね、パスコードを打たなきゃいけなくなるんですけれども、そういった時にね、やっぱ指紋認証があればいいなっていうのはすごいね、思ってたんですけれども、こちらの Xiaomi Pad 6S Pro は、どちらも設定することができまして、指紋認証と顔認証、どちらも有効にすることができます。今ちょっと自分はね、指紋認証だけでやっちゃってるんですけど、便利すぎて。電源部分に、ここ、指添えるだけで、ロック解除できるんですよ。これ良くないiPad だとですね、iPad Air にはですね、この電源部分の指紋認証ついてたと思うんですけど、iPad Pro にはね、Face ID だけなんですよね。これ Xiaomi Pad はどっちもできます。Face ID もできるし、指紋認証もできるし、マジでこれいいと思います。やっぱ普段から使ってるとですね、このちょっとしたステップでもストレスフリーで解除できるっていうのは、個人的にね、メリット大きいかなと思ってます。はい。で、そしていい点4つ目がですね、こちらのミニキャンパスっていう標準のキャンパスアプリですね。これメモとかを取ることができるアプリになっているんですけれども、
ちょっとしたイラストなんかとかも描けたりしますし、もちろんね、文字を書くことも快適に書くことができますし、で、これね、何がすごいかって、結構機能がね、充実していて、AI イラストの生成機能なんかもね、ついてたりするんですよ。ちょっとしたイラストを描いて、例えばそうですね。すげえざっくり描くけど、こんな感じで例えばカメラを描いたとします。これカメラかって言われたらまあ厳しいんですけど、こんな状態で、この AI ペンのところを押していただいて、でページ全体っていうのを選んでですね、一回クリックすると、こんな感じでですね、AI アートの準備をね、してくれます。例えばちょっと漫画帳とかにして、カメラとかっていうキーワードを載せることによって、こんな感じで文字とこの元にしたイラストを使って AI アートをね、生成してくれるんですよ。すごいの出てきた。でこんな感じのね、こういう、で、生成した結果をね、終了ボタンを押せば、こんな感じで作ってくれるわけですよ、イラスト。すごいよね。ほんとちょっと、落書きでこれ作ってくれる。だから、ちゃんともうちょっと書けばね、もうちょっとちゃんとしたイラスト出てくると思うんで、この機能なかなか面白いなと思ってます。はい。で、そしてですね、いい点5つ目がですね、バッテリーの持ちですね。大容量のバッテリーでですね、動画視聴やクリエイティブ作業なんかでですね、長時間使用したとしても全然ね、余裕があります。で、何より、充電器がやっぱね、これ、標準で 120W の充電器がついていて、充電速度めっちゃ速いんですよね。なので、電池持ちみたいなところをね、ほんと気にせず使うことができて、使い勝手はね、やっぱすごくいいなと思いました。やっぱりですね、このタブレットが7万円以内で買えるっていうのがですね、ほんとすごいなと思います。はい。でね、ここまでは使ってみて良かった点っていうところをね、ご紹介させていただきました。これはね、やっぱ話題になるよねとわかる。本当に個人的にもそう思うね、仕上がりでして、シャーミパッド 6S Pro、ほんとすごいなと思っているんですが、一応ね、ちょっと気になる点っていうところも一つだけありましたので、それね、お話しさせていただきます。それがね、これ、純正の、この、フォーカスペン。ですね。ダオミさんのフォーカスペン。これがですね、若干使ってみて気になった部分がありまして、で正直ね、基本的な使い方、さっきみたいにちょっとしたね、メモを書いたりとか、文字を書く。こういった基本的な使い方に関しては何も問題ないです。反応もいいし、遅延もそんなにないんでね、許容範囲なので問題ないですし、あとね、ワイヤレス充電で、こんな感じでね、充電が、ここにつなげれば充電ができるんで、使い勝手めちゃくちゃいいんですけれども、ことイラスト用途で使うってなった時にですね、ちょっとだけ軸のズレっていうのがあるように感じました。で、これも本当ですね、限定的な話でして、ペンをこうやってね、横というか斜めに向けて書くってなった時に、ちょこっとだけね、軸がずれるかなというふうに思う部分がありまして、というのも、イメージとしてはね、この線書くとき、ペンを斜めにしたときって、この当たった時のペンの先のですね、ちょっと外側にですね、線がいってくれると嬉しいんですけど、これはね、ペン軸のほんと中央部分に当たり判定がいってしまって、この斜めのこっちから見ると、なんかね、ペンのちょっと手前側に線がいっちゃうように、ペンにちょっと埋まってしまってるような感じになるんですよね。いや、これ、ちょっと何言ってるかわかんないかもしれないんですけど、どうやったら伝わるかな？ちょっとマクロ映像とかで見てみられたらわかるかな？こんな感じでイメージわかるかな？本当はペンの先っぽのこういう状態で当たってほしいんですけど、斜めにすることによって、ちょっとね、当たる場所の感覚がずれるっていうのがね、ちょっとあるんですよね。で、このちょっとしたずれがですね、イラスト描くときには、狙ったところに線を引けなくって、ちょっと困った部分があるんですよね。例えばなんか、目を描くときとか、ちょっといくつかね、パッと線を引きたいんですけど、やっぱいくつかね、何回か描き直さなきゃいけないというか、狙ったところに行ってくれないとかっていうところもあって、この辺がですね、使ってて、もうちょっとなのになっていうふうに思った部分
でございますね。正直この辺に関しては慣れの部分がね、大きいと思います。最初からこれ使ってれば全然気にならないと思うんですけれども、ちょっと自分はね、今まで iPad を使ってたので、そことの違いっていう部分がね、若干違和感を感じてしまったっていうところがありますね。もしかしたらね、この辺をなんか調整するいい設定があるのかもしれないんですけど、自分ちょっとまだそれ見つけれてなくて、もしね、ご存知の方いたら、ぜひ教えてください。他力本願で申し訳ないですけど、ぜひ教えてほしい。線描くときとかね、本当はもうちょっと外に行ってほしいのに、行けない。これだからね、描けることは描けるんだよ、全然。描けるんですけど、しっかり線を引く。ラフだったらね、全然いけるんですけど、こっからさらにペン入れしていくってなった時にちょっと困るなっていうところがありました。はい。ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、Xiaomi Pad 6S Pro をですね、ご紹介させていただきました。まとめるとですね、コスパやっぱりすごくて、ゲームを快適にできるタブレットだったりとか、ビジネス向けのですね、タブレット、会議だったりとかね、ノート機能とか、そういうのをお求めの方はですね、かなりおすすめできるタブレットになっているかなと思います。ただね、イラスト目的で検討されている方は、ぜひ一度ですね、このフォーカスペンでの書き心地っていうのを確かめてみてから、購入はね、検討していただいた方がいいかなとは思うので、そこだけね、ご認識をいただければと思います。はい。慣れればね、全然使い勝手はいいと思います。自分は今もうね、これ、ペーパーライクのフィルムを貼って、ちょっとイラストをね、描き始めて、いろいろと使っているんですけれども、少し慣れるまで時間かかるかなというところで、ちょっとね、その部分もご紹介でございました。こちらのチャンネルではこういったデバイス関連や撮影機材のレビュー等をさせていただいているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。